じめまして、息子の桜庭大成です。心が折れる試合をする人っているじゃないですか。あれはなしにしてるわけです。折れたことない。なめてんのかと。いやいやいや、ちょっと待てと。僕がスーパースターになるべき人間ならなんか倒せるだろうなって思ってます。桜庭大成座右星。大丈夫に来てる感じになります。ちっちゃい時に多分入ったことなんとなくなんか懐かしいなじゃないですけど、なんとなく覚えてるなみたいな感じはありました。結構ずっとなんていうんだろう、笑みがこぼれてるっていうか、顔ずっとしてるなみたいな思いました。キックの先生とかにも言われてたんですけど、判定までいったらもう負けても大勢の勝ちだと思うみたいな。僕の中では勝つつもりでいたんで、なんかちょっと半分聞いてないみたいな感じで話してました。いや、まあちゃんと圧倒して勝たなきゃなと思ってます。やっぱりそれは相手のためにも、デビュー戦で上がれるようなとこじゃないし、ライジンでちゃんと実力差別に勝たないと、こういうのはやっちゃダメだぜっていうのを分からせないとダメだなと思ってます。今のお気持ちを。いや、もう勝負の世界だからやってみないとわからない。あと自分のいいからを少しでもいいから出せればいいと思いますよ。本当試合前ほとんど喋って、もう本当近くいたぐらい。試合前にキックの先生とミットとか合わしたり、その時もお父さんもずっとなんかちょっと離れたところうろちょろ一人でしてて、すごい桜庭。レジェンド、レジェンド、レスペクト。こんな試合前笑ってるやつあんまいねえよみたいな。切なさと共に聴いたテーマ曲が10年の時を経て今受け継がれる。シーンとしてるよりかは、この瞬間みんな僕のこと見てんだってこう気持ちよくなれるんで、本当いい緊張感で挑めましたね。結局ね、リンが上がるや。1年を締めくくる大晦日の相手はデビュー戦の桜庭ジュニア。大臣の主役を張り、大臣ライト級タイトルマッチも経験した谷地祐介、何を思う？谷地さんの入場の時にガッて肩掴んできて、本当にお前のペースでお前のいいとこ出せれば勝てるからみたいな感じの言われて、おいちょっとちゃんと親父出してきたな最後の最後にとは、もうその日は本当その一言だけみたいな感じでした。俺は次行くぞ。唾液でね、最初。本当にでも作戦ってなくて、まあでもやっぱ打撃で面食らわしたいねっていう話はしてて、必殺技を3つか4つかは考えてました。ちなみにあと2つ実演してもらっていいですか？いやこれから出します試合で。はい。ありえないカードが組まれました。黒いトランクスで中央を取って右のハイキックは谷地、もう一つ。そして長いリーチ。キックも出せる距離でパンチも出せれば全ての方向から攻撃が出せるじゃないですか。まあ、本当その中の一つというか。こう中央を取りますと自分から仕掛けますよ。中央を取りますと自分から仕掛けますよ。結構練習でも僕掴まれちゃうことがたくさんあるんで、そこからパンチ出すっていうのは一つこう練習してた、それこそまあ必殺技にしようとしてた技ですね。父ちゃんなんて言ってました？ちゃんと礼しろよみたいな感じとかだと思います。26秒です。
こんな日が来るのか。やばいやつすげえ俺にやめるって言いたいな。もうそういう運命なんだろうな。あーマジか。重いっすね多分パンチの切れる。本当に、こんなことある？本当に何も言えないよ。いや本当に何も言えないよ。もう歌で弱くもなってるよな。ね。死にてー。はじめまして桜庭大成です。七光でも強いんだぞっていうのを少しは見せれたかなと思います。練習頑張っていくので応援お願いします。ありがとうございました。やったー。練習通りだったっしょ。やったっしょ。80点って言われて、最初70点ってちょっとちっちゃい声で言った後にでも80点。照れの20点だと思ってますけど。ああ、そうな。調子に乗んなよとかいろいろ言われた。いやもう散々いや周りの大人にも言ってましたね。いやあんま調子乗るから言うなみたいな。本人がこれでこうなるんじゃなくてコツコツ積み上げてやる。それが一番大事だと思いますよ。いやいや、お嬢さんありがとうございました。いい結果をしまいました。またワンモア。そんなこと言うとその気にしちゃいますよ。いやーでもいや、もちろんありがとうございました。やっぱ骨が太いね。すごく集中して練習はしてたと思うんですけど、辛かったですか、楽しかったですか。辛いと感じて何も生まれないと思ってるというか、やること一緒だったら楽しいと思った方がいいかなと思ってるんで、いい感じに過ごせたと思います。いつでも出れるように練習しておきます。入ってます。いいですね。はい。極真世界王者が半年ぶりの MMA 復帰戦、腕十字に無念のタップアウト。敗戦からの半年、高坂剛さんに弟子入りして見つめ直してきました。日本人ヘビー級の夢を背負ってライジンディケードのリングです。韓国ロード FC ヘビー級ライトヘビー級2階級王者がライジン初参戦。5戦すべてノックアウト勝利と、なんと勝率決定率ともに 100%。 日本ヘビー級の星を残酷に打ちのめします。190センチ近い両者ともに100キロオーバー。ヘビー級の戦い、特にこのヘビー級の戦いです。いやー、大きいですね、2人とも。めちゃくちゃでかい。左のミドル、ここはこれが強烈。ダブルミドルハイで高い位置でガードさせといて、次低いレバーへのミドル。ただ嫌がって嫌って入ったんだよ。自分の技を試すっていう高坂さんと稽古していく中でうまく MMA に融合できてきたかなと思ってるんで、倒れながらちょっとバランスを取りながら左右に効いた。上田美京のパンチ、ただ打ち合いは危ない。川尻さんのコメント。強いんですよ、バンドが。キム・テイン、さあバックに回る、チョークもある。キム・テイン、締め技もあります。左を向くんだぞ。このラウンドは耐え切りました上田美京。30秒使って呼吸整えよう。練習やったとおり30秒使って呼吸整えよ第2ラウンドの5分間が始まります。上田美京の試練の道、
キム・テイ、韓国から来たヘビー級ファイター、日本人ヘビー級の星です。大きな右、さあ打ち合いだ、ここは打ち合いでいく、右のストレート、左の引いた、膝から落ちた、左のフック、キム・テイ、ちょっと上田美希を膝からガキッと落ちました。一発フラッシュもらった後のちょっと意識は結構効いてたんで、前までは組んで休むってことができなかった、自分の技術レベル的に。ただ今回は組んでちょっと休みながらセコンドの言う話を聞いて自分を立て直すことが今できたのかな。 붙었을 때 위기 대처 능력들이 좋았던 것 같아요. 우에다 선수가. 고사가さん練習で寝かされた状態が立つっていうのを本当5分間ひたすら続けたりとか、寝かされても立つことがだっていうか、そういうところの方が自信になったって感じですね。打ちました、上田美希を立ちました。膝腹、左の膝腹、どう響いてくるか、左の膝、すごい、上段に左の膝、これが極真世界王者。自分の中でちょっと崩れたぐらいだったんで詰めようとしたら止めてたんで、そこからまだ続くと思ってたんで、でもそれが止められたんで、終わればねよかったなって感じですね。 저보다 상대방이 강했고 상대방이 얘기한 것처럼 쉽게 생각했던 것 같아요. 만만하고 제가 자만했던 것 같습니다. 지금까지 져본 적이 없어서 그냥 제대로 열심히 하지 않아도 이기겠지라는 것들이 몸에 깔려 있었던 것 같아요. 이렇게 몇 시간 걸렸어요? あったね。一瞬パンってなんか、ちょっとまだ荒いところが。ちょっとこれからもお願いします。頑張ってやろう。ちょっと1週間ぐらいですって。いやいや、ちょっと休んだ方がいい。ちょっと食らってるから。ちょっと食らいました。いい師弟関係に恵まれて、ここまで強くなれたな。ただまだまだのところあるんで、もっともっと高坂さんに厳しく鍛え直されなきゃな。自分が勝ち続ければ、おのずとファンの人とかがベルト作れってなって、一つ形あるものあるとさらに盛り上がりますから、そこを目標にね、とにかく頑張っていきたい。そこは初めてだと思うんですけど、やっぱり違います？いや、そもそものライディングわかんないんで、あんまり違いとかわかんないですね。身長2メートル4センチ、ブレイキングダウンで名を挙げたフィジカルモンスター、江戸プロキング23歳。絶好調、勝てます。はい。KO必須で熱い試合をしたいと思います。瞬く間の大晦日、ライジンデビューを飾ります。アスリートモンスター対決のリングへと、元貴源氏貴健信は下りを剛とともに各界を後にして強さを追い求めています。覚醒したバイオレンス相撲レスラー貴健信、初めてライジン大晦日のリングインです。さあ5分3ラウンド、120キロの戦いです。くるみさん、この2人に対する、特に江戸プロキングに対する期待感というのはどう思ってるんですか？でかい攻撃だけ気をつけて、あとカーフで削って入ってきた時に合わせてまた組んでよかったな。正直言ってカーフ分かりなかった。体格の凄さがあるんで、本当に期待はすごいしちゃってるんですけど、一発目ジャブ入って、その時にちょっと自分の距離でいけると思ったんで行きました。貴健信もアメリカに渡って長期ファイトを、右のハイキックから左膝だ、右の膝、後ろにバランスを崩したのは江戸プロキング。クラッチ取ったんで、これはテイクまでテイクダウン持っていけるか、ガブリ寄った。組んだところが高い、あいつの身長考えるともっと下だった。あそこでテイクダウン取られに来てよかった。ほんまによかった。ちょっと焦ってた。組であったりとかはセネガルもの2人来てるんで、やっぱその2人に特訓してもらってて、その2人のおかげで今日倒されなかったんで、ブレイクの後のこの腕の、状態を残すっていう
これも重要なので、要するに取りに行って消耗するよりはというところで、右の膝だ、効いた、エゴコロキング、膝からシャッス、これが規定の大巨人、エゴコロキングです。デビュー2戦に KO。 いやー、覚えてないでしょ。何で直撃したか覚えてない。あ、それは映像見直したら多分納得するから。もうでもこんな内容ダメっすね。本当に自分が言えないです。兄貴に謝らんとな。あんだけ手伝ってくれたこと。もっとやれることあったのになと思いますけど、もちろん悔しいはありますけど、練習して思ったのがまだまだ基本がなってないんで、そこはちょっと彼は自分で叩き込むべきじゃないかなと思います。そのうち僕もあいつとやるんで、見せてどんなもんなのかなっていうのを間近で見れてよかったなと思います。本当に手伝ってくれたからごめんな。ごめんはここから飛び級せずコツコツ世界に向けて頑張るんで、皆さん応援よろしくお願いします。気持ちいい。最高。マジで最高。わあ、キング君の今日のシャンパングラス決まった。あれですね、キングのシャンパングラス。大好きですか。ありがとう。ありがとうございました。演奏でいきましょう。この辺で演奏でいきましょう。でかいだろう。ありがとうございます。俺のバック膝やばいだろ。バック膝やばいだろ。言葉にならないです。もう人生で一番気持ちいいです。ここで満足せずコツコツちょっと地に足つけて頑張ります。3年4年ではやっぱ UFC 行きたいです。はい、もちろんそこが目標です。今って言ってもやっぱ現実見ないんで、勝ちを積み上げて。フラストレーションを溜め込んだ怒りの女王が大晦日のリングに向かってまいります。伊沢聖華、一度は決まった強川クイーンとの大晦日決戦。しかし相手の怪我によってその一戦はまさに夢幻に終わってしまいました。今回が最後のチャンスだった可能性もあるし、レナ選手からしたらもう指くわえてみてろよって感じですね。私は試合で見せる伊沢聖華。南米アルゼンチンから来たりし、ルシア・アプテルガリム20歳です。それまで無敗だったパンチャンニナに安定勝利、その毒針でチャンピオン一差しするでしょうか。今年の大晦日唯一ラインナップされた女子格闘技の一戦です。アンデスのベニサソリ対するは無敵の女王イカれる伊沢聖華です。実際向かい合ってみたらやっぱキックボクサーだったんで距離感がちょっと違うなって思って、打撃でも全然勝てるなって思ったんですけど、気づいたら組めましたここはアプテルガリムは倒されたくないところですよね。そうですね、寝技に行かない練習をしてきたんじゃないかと思うんですけど、 MMA は約1年ぶりの一戦です。さらに足をかけていきます。立ち上がるのは難しいです。下から三角、セットはいいですよ。もうこれ決まっちゃうかもしれないです。どうだ、秒殺でしょうか。さらに必死。三角クラッチ組んだんですけど、結構なんか隙間がある感じがして、で実際相手も苦しくなさそうで、これ決まんないなみたいな。下から肘を出していきます。今度は一回腕ワンチャンみたいな感じでいってしっかり対応してきたんで、腕十字にもう一回三角いったって感じです。変える可能性ありますけど、三角にもう一度直して。De parte de nosotros es la campeona, así que la felicito por el triunfo. 7角でも軽動力関係ないですもんね。十字また来ます。十字また来ます。三角十字。横綱主将を見せました。有言実行。私は試合で見せる。1ラウンドで決めてみせた怒りの伊沢聖華です。
lamentablemente perdimos, pero bueno, todo increíble, la atención increíble también. Nada, es un privilegio estar acá. なんかまあ今日もともとやる予定だったレナ選手、ちょっと会場にもいないみたいな話聞いてるんですけど、まあこの試合見たら多分もっと怖くなってビビってもう出てこないかなと思います。格下の相手とやってもしょうがないんで、もっと世界の強い選手と戦わせてください。自分はどうでもいいんですけど、やってくださいって言われるならやって分からせてあげようかなっていう感じです。自分はまあ世界一になるためにやってるんで、まあ階級だったりいろいろ難しいことはあるんですけど、自分が世界一を証明していけたらいいなと思ってます。じゃあもうまだ軽くだけまた練習セッター順で手伝うためだけ、はい、25年のちょっとやる気満々です。はい、無料です。止まるがいつも止まらないですね。去年がすごいいい年ですね。もう KO ができて事実が決めるできるから、だからもう多分が世界に見せたのはバランスが良くなったんですね。ライジンライト級にコーカサスから雷鳴が轟きます。日本屈指のグラップラー真島和正の頭上に落とされた地獄の雷。名古屋の金網で繰り広げられた残酷ショーからわずか44日、ライジンライト級タイトルマッチの挑戦者に名乗りを上げたのは前ライジンフェザー級王者、問答無用の雷帝ブガール・ケラモフ。2階級制覇へ向け大晦日のスーパーアリーナ降臨です。旗揚げから10年です。ライジンデケイド大晦日。盆栽柔術にとっての10年は総菜一族の血と汗と涙で紡いできた愛の物語。そして一族はその夢ベルトという形で実現させました。家族と仲間とファンのみんなの笑顔が僕のエネルギー。ライジンライト級王者ホベルト・サトシ・ソウザ、王者となって3年半4度目の防衛戦。ライジン MMA 各ラウンド5分の3ラウンド制で執り行われます。体が大きいだからね、私ちょっと5分だけやったけど彼が力が強い。ライト級でも絶対にできますですね。はい。1ラウンドは気をつけなくてはいけない話していたのはサトシ・ソウザチャンピオン。白いトランクスです。黒いトランクスが第4代のフェザー級王者ウガール・ケラモフ。1ラウンドが彼絶対思い切り力に出すとか思い切りのパンチ打つとか、1ラウンドが一番危ない。だから最初がね、彼ちょっと力出したいだけ。でももちろんね、チャンスにあればミスするから、もう私の自信がありますですね。はい、これですね。足をキャッチするようにしながら。パンチ合わせたりするのうまいですよね。アドバイザー。前蹴り倒した際、ないか。Я ожидал от себя чуть больше, если честно, потому что идет неплохо. Я физически тоже сильнее был его, и ударом сильнее его так чувствовал просто. あ、全然大丈夫ね。多分みんな知らない。でも私の右手に怪我したのは後から手折れてるから、私手パーができない。だから倒す時から私手がグー間違えたじゃないけど、手グーについてちょっと手首でちょっと変に曲がった。ちょっと立ち位置変わりました。コーナー戦してます。プレッシャーかけて。さあ、しゃがみついた。なんと。いや、ちょっと不用意だったような気がしますね。彼今間違えたね。ローキック当たらなくてくるって体が回った背中向けたところ。いろんな試合で見れるそう、よくある光景ですけどね。それを逃さない。一瞬の隙を見逃さなかったですね。さあ、サイド取りましたよ、早速。もう腕にプレッシャーかけて。そうですね。右腕。
ポジション取るけど私あまりが力に出さない、コントロールだけと彼の力に出してみたい。さあ足左スピードから立てそうです。この起き上がるディフェンスするがちょっとびっくりした。でもなんか絶対この起き上がるするときは彼も力に出すから、それでもまだプラン呼吸もまだこれから力がちょっと違うなと思って。さあ振っておいて、これは遠かった、切りました。サトシ選手はそうですね、崩してバックとか来ますからね。サトシ選手がタックル切られるなんてなんか確かに、しかしあっさりとマウントを取りました。今回がもうちょっと試合コントロールがやりたい、すぐが動き多すぎるじゃないなんで、まだ彼絶対力があるとか力逃げる出す来るからね。これ足を差し込みながらまたマウントをして、ちょっと右手がこの動きは彼が得意、倒すとパウンドがね、だからもうグラウンドの時も下の時でもよくがいろいろが練習しました。さあ三角の体勢だ。手首50秒あります。これいや逃げない、まだリスト握ったままサトシ。左足が首にかかればまだチャンスあるんですけど、今ちょっと自ら落ち着かせるように息を吐きました。早かったですね。さあ三角締めだ、必殺きた、電光石火、うまい、これが充実。今間違えた私回るが問題ない、回るまだ三角できる。今このお腹下は私ちょっと間違えてる。そうだから起き上がるときはちょっと一回三角に外して、これが充実、ボンサー充実。ロックされるとやばい。彼絶対起き上がるが一番危ないから、私一回パンチ出して絶対の彼の普通の起き上がるときは今も締めた。逃げ場のない離さない。さあ17秒あります、17秒あります。ロベルト・サトス、すごい無敵ですよこれ。もうやはり一本で決めました、三角締め。そうだな、今特に痛みのある場所とか動かしにくい動きに心が痛いです。Ну просто я думаю, если хорошо поработать над своим ошибками, то я сильнее его. Да, я просто хотел тебя проверить, думаю, что я неплохо подрался, просто совершил одну маленькую ошибку. И просто 71 не мой вес, я на 66 вернусь. Я очень рад, потому что он без проблем в любое время. Ну, проблем нету, я возьму Клебера и пусть он придет, возьмет у меня. И может быть, когда я уже в дальнейшем, когда возьму пояс.今年本当に素晴らしいの年から本当にありがとう。その後にもブが本当にありがとう。アゼルバイジャンのチームも本当にすごいリスペクトがあるから、みんなが本当にすごい強いから、本当にまた来年よろしくお願いします。本当にありがとうございます。またみんな来年よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。見事4回連続の森を渡したお弁当届き捜査選手にすごい嬉しいベルトだけど、もうでも人生がね、自分で嬉しいがいいけど、でもなんか隣の人がもう嬉しいから、それでもう本当に幸せですね。もうあとバンデージそのままからクラベルにそうセコンド行きつけ、そのまた戻ってきて、はい、後に戻るから今回。
onde menos esperar. Essa vez tudo que a gente treinou. Saber que a hora que ela abraçar ele, a gente vai pegar, irmão. Não se precisa se preocupar. Não é um bicho de 7 cabeças. 去年ね、いろいろに考えたけど、なんか35歳になったな、どうするな、まだ続くかできるか、ね、でも去年が3試合いい試合してるから、あ、じゃあもうまだ大丈夫ですなと思って。一番大事は気持ち。まだやりたいの気持ちがあるとか、もう勝ちたいの気持ちがあるから、それで多分が一番大事ですね。もうベルトに守りたいと、まだまだなんか世界の選手が戦いたいから、雷神の名前が世界に広げたいです。はい、4度目の防衛を果たしました愛の戦士ホベルト・サトシ・ソウザです。